はいどうもです。今回はですね、こちら黒胡椒鯛っていう食材ですね。ということでまずは捕獲映像からご覧ください。それでは船で素潜りに向かっていきます。今年はですね、梅雨が長くて天気が最悪だったんですけども、海の中はどうでしょう。はい、こんな感じで大雨さえ降らなければ南の島の海は綺麗なんですよね。ただ若干ね、いつもよりは濁ってます。そしてこの日はですね、こちら奇妙な生物オビクラゲが大量発生していました。ちなみにですね、最大 1.5 メートルまで成長するって言われてるんですけども、無毒なんでおそらく食べれるでしょう。こちらはスジクロハギの群れです。それでは魚を見つけたので潜っていきましょう。水深は10メーターほど、海底にとある魚が群れていました。それではマサル視点も見ていきましょう。来ました。イシガキダイです。そしてここで画面中央右側、ハブの80倍の毒を持つと言われるエラブミヘビが急接近してきました。どんどん近づいてきてます。そして水中銃の上へ。ここまで来たら捕まえて食べてやりたいところですが、イシガキダイがいるので無視します。ようやく近づいてきました。狙いを定めていきます。ヒット。勢いよく穴に潜っていきましたが、ここは力ずくで引き抜いていきます。ということでこちらがイシガキダイ。刺身でも煮付けでも美味しい高級魚となっております。それでは続けざまに潜っていきます。今度は岩の中に魚がいました。ヒット。さて何が取れたのでしょうか。出てきました。こちらは黒胡椒鯛。島では値段が安いですが味のいい魚として知られています。で結構いいサイズです。 2,3 キロありそうですね。よいしょ。黒胡椒鯛よっしゃ入れて帰りましょう。はい、ということで戻ってきたんですけども、気づいた人いるかな。今日ね、新しい水中銃使ってたんですよ。腹筋に水中銃の柄を当てて、そこを支点にグッてこうやって引いてるんですけど、これが硬すぎて、もう広背筋バキバキだし、腹筋もここ当たりすぎてね、もう痛すぎて、せっかく船出したのにね、早めに帰ってきちゃったんですけども、それはさておき、そろそろですね、黒胡椒鯛観察していきましょう。こちらが黒胡椒鯛の全体図ですね。水中ではね、結構模様があったと思うんですけど、やっぱね、死んじゃうと魚って模様変わるんですね。結構真っ黒な、ね、見た目になってしまいました。で、ちなみにこの魚ね、かなりレアです。素潜りしててもほとんど見ないですし、市場に上がってることも少ないですね。ただ、めちゃめちゃ美味しいんです。そして胡椒鯛の特徴といえばですね、この分厚い鯉みたいなね、唇ですよ。これがね、可愛い。で、胡椒鯛系の魚って値段が安いことが多いんですけど、100% とは言わないんですけど、皮目とか身の中に寄生虫がね、入ってる可能性が高いんですね。なんで、もしかしたら今回寄生虫見れるかもしれません。で、今日はですね、黒胡椒鯛、一夜干しと刺身こちら2品で料理していこうかなと思います。それでは早速、さばいていきましょう。まずは鱗を落としていきます。黒胡椒鯛の鱗はね、かなり硬いです。で、
黒胡椒ダイはもうキレがとんでもなく鋭利で、もうさっき俺も怪我したぐらいなんですよ。もしね、黒胡椒ダイの鱗取るとき、皆さん気をつけてください。結構ずっぱりいきます。はい、それでは鱗は取り終わりましたと。で、こっから頭を落としていきます。お腹がね、結構膨れてるんで、もしかしたら脂が乗ってるかも。じゃあ、頭を落としていきます。お、硬い。なんか入ってろ。内臓脂肪。で、こういう硬い魚は手物を切ると包丁傷んじゃうんで、ねじりましょう。こうやってねじったら背骨が折れるんで、簡単に取れます。こんな感じでね。で、残念ながらではありますが、内臓脂肪はね、乗ってなさそうですね。で、内臓の説明一応すると、ここが肝臓で、この細長いのが胃袋。胃袋ね、何も入ってなさそうです。で、この緑のが胆のう。で、この黒っぽいのがね、脾臓ですね。じゃあお腹開いていきましょう。あ、ちっちゃい卵ありますね。これまだね、未成熟な卵ですね。これ大きくなるとね、美味しいんですけども、こんぐらいのちっちゃいやつはね、そんなにですね。で、この白い浮き袋を外していきましょう。あ、買った。外れないパターンだ。もう引きちぎろう。で、ここに傷を入れまして、血を洗い流していきます。これね、実際やってみるとわかるんですけど、本当にね、この血を落とすかどうかで、刺身の味がね、全く変わってくる。じゃあ洗い流していきましょう。はい、それではね、綺麗になりましたと。で、一夜干しって結構開きとかのイメージなんですけど、さすがにね、でかすぎて入らないんで、半身でね、作っていきます。じゃあ、2枚おろしにしていきます。まずは皮に切り込みを。で、反対側。めっちゃ綺麗な身してるやん。ここに腹骨がまだくっついてるんですけど、これね、かなり硬いんでハサミでいきましょう。オッケー。これ皆さん分かります？ここがついた場所なんですけど、ついた場所の周辺がね、ちょっと赤くなってるんですよ。だから本当はね、頭をつかなきゃいけないんですね。もうディディモゾイドっていう寄生虫が入ってるかと思ったんですけど、今んとこ見えないですね。ただ皮目にね、いるんで、もしかしたらいるかもしれないです。で、これ今2枚におろしたんですけども、こっちが一夜干しにして、こっち側ね、1日熟成させて刺身にします。それでは一夜干しを作っていくんですけど、まずですね、塩水を作っていきます。塩水ですね。で、塩水作ったら黒胡椒ダイをつけていきます。そしたらですね、こちら30分で漬け込んでいきます。でも塩辛いのが好きな人はもう塩分濃度濃いめにしたりとか長めに漬け込んだりした方がいいんですけど、あんまり塩薄くすると腐る。で、実はね、サバイバルの最初の方に食べた一夜干しとか塩分濃度薄すぎてね、腐ってたんだよね。腐らない方が美味しいですから。じゃあ30分待っていきましょう。はい、それではね、30分経ちました。普通は外の風当たりがいいところに置いたりするんですけども、ちょっとね、今雨が降ってるんで、室内でやっていきます。この部屋ね、実はね、エアコンが1台、そしてね、この反対側にもね、ここにもね、あるんで、ゴリッゴリに除湿して部屋の中でね、やっていきます。よし。オッケー。これは絶対うまいな。楽しみやな。ちょっとね、待ち遠しいんですけどもね、1日待っていきましょう。1日後。それではですね、1日経過しました。同じ服着てるんですけども、同じ T シャツで3枚ぐらい持ってるんで、綺麗です。安心してください。ということでね、早速やっていきましょう。ちょっと乾燥が弱いな。室内でやるなら風当てといた方が良かったね。これこのままだとさすがにでかすぎるんで、切ってからそこからね、焼いていきましょう。こんぐらいかな。もう乾燥させるとその分旨味が凝縮するんで、やっぱ美味しいんですよね。こんなもんでしょう。じゃあこれをね、焼いていきましょう。これね、今作ってみて思ったんですけど、こんだけでかい魚だと一夜干しにする段階でこんぐらいに切ってからやった方が良かったかもね。もうちょっとね、水分飛ばした方がいいはず。こうやって断面が増えれば、こっちの断面からもね、水分抜けていきますからね。じゃあ今日はね、この部分を食べていきましょう。それではフライパンで焼いていきます。セット。まずはね、油から。もう
今回はね黒胡椒鯛で一夜干し作ったんですけど、島だとイスズミっていう魚がよく一夜干しとして食べられてます。イスズミ自体は小便タレって言われたりするぐらい臭い魚なんですけど、一夜干しにすると意外と美味しいんですね。ちなみに黒胡椒鯛はレアすぎて人生で一度しか食べたことないんで、何がうまいか模索中です。はい、で一応匂い消しに酒をかけていきましょう。完成です。はい、じゃあ一夜干しが冷める前にね、もうささっとね刺身をね切っていきましょう。でさっきね T シャツの話をね若干したんで、ちょっと豆知識を話したいんですけど、魚をさばく時って黒い T シャツしか着れないんですよ。めちゃめちゃね魚の血が飛び散るんで、白い服とか着ると一瞬でダメになるんですね。あと長袖を着るとこことかねもうびっちゃびちゃになると着れないんですよ。なんで魚さばいてる他の YouTuber さん、金子さんとか浜湯さんね、だいたい黒い服着てるはずです。魚さばく時黒い服しか着れないんですよ、僕らは。もう金子さんはしばらく黒じゃない服着てる時期があったけどな。俺もね最初ね白い服着たりしてたんですけど、すっごい頻度で買い替えなきゃいけないんでやめました。諦めました。じゃあこう腹骨落としていきます。こっちはねテコの原理使えるんで、こうやって落としやすいんですよ。力が入れやすいんで。では腹骨をすいていきます。そんなこんなでですね、僕は黒い T シャツ15枚ぐらい持ってます。黒い T シャツしか持ってない。15枚は持ったな。いやでも10枚はあるな。黒の無地の T シャツね。うわ、結構皮スレスレに骨入ってんな。ハラミは使えないな。悔しいな。細かいところなんですけど、こういうね白い腹膜、ここもね内臓に触れた場所で臭いんでちゃんと取った方がいいです。そしたら真ん中血合い骨を落としていきます。OK。じゃあですね、皮を引いていきましょう。やばい、包丁が切れない。いや、皮が硬いの、これは。動かねえ。お、寄生虫入ってないじゃん。リリモゾイドっていうね寄生虫がいて、それが入ってることがね多いんですけど、入ってないですね。ちなみにリリモゾイドはアニサキスとは違って特に害はないんでね、食べれます。ただ見た目が悪いんですよね。ちょっとでかいな。今日はねおしゃれ皿に盛り付けていきましょう。一応レモンでもね添えておきましょう。よし、OK、完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。お刺身からいただきましょう。腹筋を炒めながらねついたお魚。いただきます。まあここは正直に言わせてもらいます。そんなにですね。あれ、去年食べた黒胡椒鯛はすごい味も濃くて美味しかったんですけど、この黒胡椒鯛はそんなにやな。多分だけどこれちょっと大きすぎたね。食感がねかなりね寿司っぽいです。はい、前のはもうちょいちっちゃかったもんね。これ刺身とかは向いてなさそうです。はい、じゃあ次一夜干しいきましょう。いただきます。なるほどね。まあまあといったところですね。去年食べた黒胡椒鯛すごい美味しかったんで、かなりハードル上がってたんですよ。テレビとかだったら今絶対に美味しいっていう流れができてたんですけど、普通です。なんか面白いのはこの魚焼くとね皮目がね牛肉っぽい味がしますね。これはね珍しい味ですね。これ何が美味しいんだろうな。多分塩焼きとかなんでしょうね。はい、それではごちそうさまでした。いやー正直ね今回びっくりしました。今まで食べた胡椒鯛系の魚、ヒレグロ胡椒鯛、アヤ胡椒鯛、アジア胡椒鯛、胡椒鯛、黒胡椒鯛、まあいろんな胡椒鯛がいるんですけども、今までね全部美味しかったんですよ。もうめちゃめちゃ期待値高かったんでちょっとびっくりしてます。やっぱねどんな魚でも取れる時期、場所、サイズでね全然味が違うんだなとね再認識できました。いやー奥が深いね。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。